僕は司会になります。すごくないこの部屋。サンプラーがすごい並んでて、イーミューのプラネットファット。ネジは死にます。13歳ぐらいの時に気づいたのが、技は2クリック3クリックトランスフォーマーとか関係なくて、こういうジャグリングのパターンでしか考えれなくなってる人が結構いいこと言ったっすよね。叶わないで終わらせたら成長できないっすよ。今日ははい、レナさんの家にちょっと遊びに来てるんですけど、ようこそ。シンセとこのサンプラーとこれベース弾けないですけどサンプリングで使ってすごくないこの部屋。制作部屋ですか？制作部屋です。DMC の映像とトラクターとかライブの教則本みたいな、こういうのも読む、こういうのも読むんですね。読まないっちゃ読まないですけど、なんかアイディアないかなっていう時に見たりしますけど、これ思い出のやつなんですよ。シンさんとショウさんとハイシーさんと赤部さんに買ってもらったフリスクフェーダーです。これ僕が10歳か9歳の頃に神風 DJ バトルに初めて行った時にずっとこうフリスクフェーダーなんか眺めてたんですよ。売ってて、これ欲しいなーって思って赤部さんが「お前これ欲しいか?」って言われてちょっと待ってよって言ってハイシーさんとかシンさんからなんかちょっと何千円持ってるかってちょっと稼いでそれで皆さんから買っていただきました。思い出の思い出ですね。これはもう一番思い出じゃないですか。ここから始まったんですか。ここナルトがあるけど、ナルトありますね。ナルト好きっすね。まあ最後ネジが死んじゃったっすけどね。それネタバレになっちゃうんでちょっとね。まあネタバレってだいぶ昔のネジは死にます人生これジュノ106っていう、結構ライブとかで使うイメージが。そうですね、ライブとかでも使われるっちゃ使われるんですけど、動かしたらこのチップか何かが揺れてワンノート出なくなってるんですよ、音が。でこいつの気分次第で音鳴ってくれるんですよ。アナログだな。これ DX7。 DX7 こいつは安定してますね。これあんま俺知らないな。 D50 っていうキラキラ系の、これも FM 音源なんですけど DJ 高さんにもらったんですよ。うわ、どうですか？いいね。これ何の？これは豊さんのワンユニティっていう、もうすぐヒップホップの50周年のドキュメンタリー映画みたいなのを出すんですけど、それのキャップスロブーさんがいただきました。サンプラーがすごい並んでて、赤いの S900、 S900、S1000、S01 っていう昔の普通のサンプラーですね。だいたい S900 使ってます。こっちにもあるしね、ラック。こっちにもありますね。イーミューのプラネットファット。昔のクラシックの音がいっぱい入ってますね。これ紫のやつとさ、この黄色のやつ、はい、これ結構よく見てた気がする。なんかインピーチプレシデントのドラムネタとかあるじゃないですか、もっとヒップホップっぽい音が収録されてたりとか。 PC2000XL、 これ現役で動くんですか？動きます。これムーブサブシークエント37っていうiOS のプロジェクト。ベースはこの中で一番ムーブが強いんですよ。ただたまに DX7 でベース作ったりするんですけど、ベースは絶対にムーブ、リードもやし、つまみでなんすかね SE みたいな音も作ったりとか、結構実験的な感じで使ってますね。こっちはパッドとか、弾いたりとかキーみたいな感じで使います。レナさん18歳だよね。はい。嘘だろこのね、18歳の機材じゃないだろこれ。でも元はお父さんがシンセマニアで、お父さんが買ってきたやつからこの部屋に持ってきて僕のものになってますね今は昔はもともとお父さんが持ってたやつ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。お父さんそのキーボーディストみたいな。全然、昔なんかバンドかなんかやってたぐらいで、このパソコンだけで作る人もいますけど、ハードで作る方が僕は向いてますね。コロナ禍ずっと曲作ってて、
ずっとここに閉じこもってなんかやってたんで、だいぶ曲は溜まってますね。まあこれからリリースしていくんですか？じゃあこれからリリースしていきます。まあ昔からシンセいじるのは好きだったんで、親父のシンセでこうなんかいじるみたいな、レイフローとかアルペジエーターとか、カットオフとかレゾナンスとか、アタックとかディケイとかサステインとかリリース。なんで全部言うんだよ。レナさんのこだわりを教えてください。なんかルーティン作りとかと制作ってやっぱ一緒な気がしてて、ルーティンってちょっとこう違う、まあ普通の曲の展開じゃないじゃないですか。たまにクレイジーな時が起きるし、まあブレイクみたいなのもあるし、僕の曲聴いてもらったら分かると思うんですけど、普通の構成じゃないんですよ、曲が。だからまあ生かされてるなって思います。ターンテーブリズムのおかげで。で、これですよね。12歳の時にもう完全にこのスクラッチっていうか、まあ、ほとんどマスターしたんですけど、13歳ぐらいの時に気づいたのが、技は2クリック3クリックトランスフォーマーとか関係なくて精度やと思うんですよ。普通にこのちょっとディケイをちっちゃくするんで、このディケイの調整ができるようになるとよりスクラッチのバリエーションが増える、バリエーションというか音が多彩になるかなって思ってて、このオールドスクールディケイみたいなプリセット、もうディケイちっちゃくさ、まあこういうのもあるし、まあ、どこで音を取るかによると思うんですけど、そうですね、なかなかみんな気にしないと思うんですけど、カットの細かさみたいな、スクラッチをまあそのシンセとかいじってて、スクラッチをそういう目で見てしまうようになりましたね。宮島さんとかもかなりねそここだわってるからね。やっぱね、ディケイ超狭いっすよね。てってってってみたいなね。みたいな。あとはなんすか、ジャグリング。ジャグリングの元はやっぱループしかなかったと思うんですけど、最近なんかその曲のリミックスやなって思ってて、最近ルーティン作ったやつあるんですけど、Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. みたいな、このサイモン・セイズのダブステップリミックスみたいなのをターンテーブルで表現したりとか、みんながやるジャグリングってこういうジャグリングのパターンでしか考えれなくなってる人が多いかなって思って、ジャグリングのことをリミックスって捉えるとみんなより音楽性が増すんちゃうかなって最近思って、上手い人はそこがちゃんとリミックスになってると思うんですよ。クレイズもそうやし、フミーさん、ユウトさん、まあいろんなターンテーブリストはそこがリミックスになってると思うんですけど、ジャグリングは人力リミックスちゃうかなって思ってて。伊蔵さんはなんて言ってたんだっけな、人力エディットって言ってたんだっけな。エディットね、ほぼ同じ意味かもしれないね。そこがやっぱターンテーブリズムの魅力だと思うんですね。この曲をどれだけかっこよく変えれるかっていうのがやっぱ土台だと思うんで、パフォーマンスではないんですよ、ターンテーブリズムって、その元の曲をターンテーブルでどれだけ変えるかがターンテーブリズムやと思ってて、僕は、結構いいこと言ったっすよねまあでも結局ターンテーブリズムがどれだけ好きかによると思うんですよ。第2のスタジオみたいなところ。親父の部屋っす。あ、そうなんだ。ここお前の部屋やろ。
親父の部屋で、これファースト EP の出した作品のバトルコースターっていうやつ。後ろがターンテーブルオーケストラのやつ。ああ、そうですね、これも思い出です。これブラインド DJ バトル昔撮ったやつのゴールドディスクと、これ IDA DMC のゴールドディスクですね。これは1位はって言われた時にトニー・プリンスがこの手紙みたいなのを受け取ってワールドチャンピオンを「The winner is DJ レナー」のこの紙もらったやつ。新聞をこれあれでしょ、商品のペンの金ピカ、これ金ピカちょっと開けてもらっていいですか。全部開けてくれよ。はい、わピカピカだな。ピカピカっすよ。すげえ。これ小室哲哉とこれと川瀬直美っていう映画監督の。本当だ、小室さんだ。小室哲哉さんと打ち合わせしたやつですね。でこれショートカット D スタイルズ、昔の。何歳これ11歳ですね、この時は。れ。すげえな。DMC のビデオ。このさ、ちょっと気になったこの、まずこのチャンピオンジャケット。はい。そしてこのメモ。ああ、そう、これ当時からずっと残してるやつ。ワールドでこのメモをこう貼ったままなんですよ。このままずっと残してるんですよ。意味ないけど。これ親父の Mac なんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。これあれでしょ、やっぱルーティンやる前に確認事項みたいなの。あ、そうです。部屋作ってくれてるのすごくない？まあ親父の趣味ですけどね。とはいえすごいよ、こんなやってくれる親は。いやー、すごい綺麗好きなんで、ね、すごい掃除とかしたりとか、なんか整理するのが好きなんで。絶対さ、テレビ来た時こっち映すもん。あ、こっち映すっすね。みんなこっちって言うんですね。僕上派なんですけど。だってさ、上レコードめっちゃ汚かったじゃん。ぐしゃぐしゃでさ、上の方さ、ちゃんと俺 R&B ヒップホップとか分けてる。そうそう、映せない感じだったのにさ、こっちはもうだいぶ映せるよね、やっぱり。わかるわ、それはもう見て。そう、完全親父の部屋。じゃあ外行きましょうか。行きますか。とりあえず横で適当にスライドしちゃってください。おい言うな。レナさん運転で。ちょっと待って、ジャケット寒いっすね。寒いね。若草山です。どこかわかりますか？ここは奈良県にある東大寺の近くの山です。ちょっと待って、皆さんごめん。はい。後ろさ、鹿いるじゃん。そうっすよ。めっちゃ鹿いるじゃん。奈良の鹿が。このホラーは優しいんですよ。そう。観光スポットで人が集まるところって結構凶暴な鹿が多くて、大阪人みたいな肉眼で見ないと。すげえな。多分さ、風の音でボーボー言ってると思うわ今。ボーボー。そんな見んでええ、目そらさんでええやん。大丈夫。こんにちは。すげえ。お、かわいい。かわいい。すぐどっか行くな。すげえな。この景色この景色を見ながらなんか皆さんかっこいいこと言うしかないですね。まあターンテーブリズムもそうですけど、音楽と音楽に壁は。レナさんがこの人叶わないなって思った DJ いますか？叶わない、叶わないなんてないっすよ。叶わないで終わらせたら成長できないっすよ。クレイズとかキューバートとか叶わないですね。叶わない。そこは叶わないです。でも僕が2、30歳になる頃にはもう全然いってると思うんですけど、ね、そのぐ
上の次元は。僕まだ若いんで現段階で叶ってないだけなんで。かっこいいな。レナさんは今後どういう DJ になりたいですか？そうですね、僕作曲の方もしてるのでプロデューサーとしても一流になって DJ としても一流になって二刀流の音楽アーティストになりたいです。僕は次の健太郎さんになります。健太郎さんどんなイメージなんですか？健太郎さんはもう世界で認められてすごい人たちとコラボして日本の誇りじゃないですか。DJ 健太郎さんもクラッサもヌジャベスさんも日本人といえばクラッサヌジャベスさんだよねみたいなって言われるその人になりたいです。日本人といえばやばいアーティスト DJ レナだよねみたいな。まあ鹿だって奈良県といえば鹿だよね。だから外国人もよく登ってたし、鹿を見たくてか、まあ多分鹿を見たくて来たんやと思うんですけど、そういう人になりたいですね。鹿のようにみんなと交流しつつも、世界で有名な奈良の鹿になりたいですね。僕は鹿になります。どういうことじゃん。